Each year in July at the Paris Nord Villepinte Exhibition Center, hundreds of thousands of passionate and curious people gather at one of the world's largest events dedicated to Japanese cultures, Japan Expo. With many industry appearances from the anime world, let's catch a glimpse at how anime is represented and celebrated in France by meeting with this year's guests. One of the most thriving action animators of Studio Madhouse, Takeshi Koike made a name for himself as the director of the high-adrenaline Red Line. He then dedicated his career to a decade-spanning reimagining of one of the most popular characters in Japanese pop culture, Lupin III. How did he tackle this saga blessed by the talent of Hayao Miyazaki himself? Let's find out. 日本からやってまいりました。ルパン三世、ルパンサードシリーズの監督をやっております小池武史です。始めたら6歳ぐらいですかね。はい。ファーストルパン、ルパン三世のテレビシリーズの一番初めのルパンです。はい。絵自体は小学校の頃から知ってたんですけど、漫画を読み始めたのは高校生になってからですね。高校に行く時に自転車通学をしてたんですけど、その時に途中で本屋さんがあって、そこに、漫画アクションっていう、週刊誌があって、そこの表紙をよくモンキーパンチ先生が描かれてたんですね。その絵を見てかっこいいなと思って、表紙買いとかして、楽しんでました。僕が一番好きなのは絵柄的っていうかビジュアル的に初めて入ったのはアニメーションのファーストルパンなので、そちらのエピソードの2話とか9話とかの話が特に好きです。僕が感じるのは世界観の作り方とキャラクターの、配置の設定の仕方が、独特だった。これまでアニメーションっていうと子ども向けの、作品が多かったところに、なんでしょうね、大人と大人の関係性みたいなそういう距離感をしっかり表現された監督だなと思ってまして、そこが大隅さんの一番の魅力に感じる部分です。僕はアニメーションの動きがすごく好きだったんで、アニメーターの個性の出し方が強調されているものがとても好きなんですね。ですので、宮崎ルパンの活発で元気な感じも好きですし、僕が一番好きなアニメーターの金田義則さんという方のトリッキーで、なんか独特なもうこの人しかいないみたいな感じの作り方も好きですし、そういう部分に惹かれたアニメーションに入った部分があります。宮崎のルパンは宮崎さんのルパンで僕好きですよ全然好きなんですけど、何て言うんでしょうね、宮崎さんのルパンはそれをやる前に未来少年コナンというアニメシリーズがあって、それがすごく子どもの冒険ものでビジュアル的にも躍動的で、アクションも面白いしユーモアもあるし世界観も、宮崎さんの作り上げたものがあって、それのなんか延長上の印象に僕は思ってます。ですのでルパンっていうよりは宮崎ルパンっていうか宮崎作品っていう印象の位置づけで僕は好みの部分にあります。僕らの年代は金田さん好きな人いっぱいいるんですよ。だからそのスタイルでやっても埋もれてしまう、みんなと混ざってしまうっていうようなことを考えた時に、じゃあ自分の武器って何だろうと思って、自分の好きなものをいろいろ自分で探し出したんですね。その中で、出崎監督のエースを狙いとか好きだったので、その絵柄を担当されているのが杉野さんという作画監督の方なんですね。その人の継承を受けているのが川尻監督だったりするので、この人の下でやってみてちょっとリアル系の動きとビジュアルと金田さんのけれん味があるトリッキーな動きを合体させたら面白いんじゃないかなっていうところで私のスタイルができてるかなというふうに考えてます。
なんかねアプローチが違うんですよね、好きな部分の。多分石井さんのスタンスはきっとご自身も映画を作るので、映像のバリエーションをいろいろ取り組む中でアニメーションを、興味を持って見られてるっていうような印象があります。ですのでアニメーションだけっていうような感じでフューチャーしてるわけではなく、映像の一つとして好きなんだろうなっていうような印象を受けます。美大卒だったりもするので、絵の取り組み方が独特な部分がすごくあって、その絵を見ただけで何て言うんでしょうね、クリエイティブな、刺激をもらえるっていう感じですかね。絵の表現もそうですし、メモ書きなんですよ。絵とコメントでその状態シチュエーションを説明してくれたりするイメージボードみたいなものを書いてくれるので、すごくインスパイアされるっていうか、ラフに書いて自由にやらせてくれる部分もありますし、でもご本人は細かくも書けるんですよ。書けるんですけど、さっき言ったみたいに細かいとカロリーが高いっていうふうに見られちゃうんで、あんまり最初はきっちり書かないですよね。ルパンに参加したのは僕はレッドラインという映画をやってまして、それが終わった後に、当時トムスのプロデューサーだった清園のプロデューサーと、あと監督の山本小監督に声をかけられて、キャラクターデザインをやってくれないかっていう話があったんですね。で僕自身がモンキーパンツセンスのことが好きだったし、ルパンも大好きだったので、ぜひっていうことで引き受けました。それが最初ですね。で山本小監督はスタジオマッドハウスっていうところにいる時に、いつだったかな、僕がワーナーからマトリックスのアニメーション版を作ろうっていう話をいただいた時に入社してきたんですよね。その時に、絵も描ける演出志望っていうことで、絵を見せてもらった時にやっぱ独特なセンスがあったので、キャラクターの原案的なものを描いてもらったんですね、アニマトリックスは。その時が初めての出会いですね。ですのでもう15年ぐらい前ですかね。これですね。このティザーのポスターを作る時にやっぱりモンキーパンツセンスの絵柄をきっちりとインスパイアしたものを作りたいっていうような、希望が僕も山本監督もあったので、原作の、ポーズをそのまま使ったような、ものを自分なりにまとめたっていうような絵柄になってます。僕が魅力を感じるところは、やっぱアメコミ調な部分と劇画調の部分が混在してて、しかも自由なんですよね。だから絵が躍動してるっていうか、どんなに分化してもルパンらしくなるっていうところが魅力だと思います。峰不二子という女を描いてる時はよくジェーン・バーキンを意識してました。が着てるような衣装とか、辺の70年代カルチャーっぽい感じ。不二子に限定して言いますと、結構全裸のシーンとか出てきたりするんですね。そのシチュエーションが面白い。要はこんな状況に不二子がいたらどういう行動をするだろうっていうものを作るのが面白いかなっていうものがあったり、女性的に一部一部をフューチャーしてエロチックに見せようっていうところを大事にしてるわけではないんですよ。シチュエーションですね。シチュエーションが面白い。僕もプロデューサーの京園さんも、あとはクリエイティブディレクターの石井さんもやっぱりみんなファーストルパンの初期の頃が好きなんですね。ですので、舞台は70年代前半あたりの雰囲気を踏襲して、あまりハイテクとかはない感じですかね。で、世界観は一般的に知られてない裏社会的なところをフューチャーするような雰囲気を出すとルパンの世界観が出るんじゃないかなっていう部分があって気をつけて作ってます。ルパン対複製人間は、
ファーストルパンの印象と同じになりますが、やはり子ども向けのアニメ映画が多かった時にちょっと大人向けの雰囲気の映画が作られたっていうところですごく刺激もあったし、エロティックな部分もあるし、SF 的な部分もなんかすごく専門的に描かれてるなっていう印象もあったので、そこにすごく僕は刺激を受けました。その、自分が好きだった部分をルパンズサードシリーズには落とし込もうかなっていう部分で作ってます。でもルパン対クロンは結構コミカルな映画。あれはどちらかというと、レイアウトを作られている柴山治さんっていう方の絵柄がすごく反映されているかなっていうような印象を僕は受けます。あの方が、キャラクターの動きも、レイアウト構図も、全体的に、作り上げているのかなっていう印象を受けてて、とはいってもやっぱり作品のベースになるストーリーとか世界観は裏社会と SF っていうのをすごくベースにしてるなっていうところで、好みの部分でそこはフューチャーしてますね。1本目の次元大好きの墓標で、ある程度評価いただいたっていうのもあるので、世界観はそのままに、絵柄は割とマイルドなスタイルに若干シフトはしてるかなっていう感じはあります。そうは言っても、大事にしてたのはルパン一味の距離感ですかね。距離感は大事にしているので、出会って間もない関係値のちょっと緊張感がある雰囲気とか、あんまり慣れ合いがないベタベタとコメディタッチにならないような距離感は保っていると思います。五右衛門の映画はね、すごいチャンバラのシーンが多くて、川尻監督の弟子すごい分かるんですね。川尻監督自身がやっぱり時代劇がすごく好きだったので、黒沢監督の映画とかもすごくフィーチャーされてるっていうのも知ってましたし、僕自身も好きだったので七人の侍ですとか用心棒椿三十郎とか見てたので、そういう縦のキレの良さみたいなのはかなり意識しました。あとは深作欣二監督のヤクザとのなんていうか、関係性みたいな、ちょっと一般の人とは違う世界観の、人間ってどういう感じなんだろうっていうところをすごく意識して作った部分があります。これぞザ・日本っていうような雰囲気を試験無理に石川五右衛門では出せたかなと思ってて気に入ってます。ヤクザの不思議な戦いの話をしてて、あれは多分石井さんの好みも入ってるのかなっていうふうに思いますね。キルビルは石井さんがアニメーションのキャラクターデザインをしてたりしてて、ヤクザの絵とかいっぱい描いてたんですけど、その絵とかも見せていただいたし、あとはタランティーノのなんていうんでしょう、人体損傷的な表現がエグかったりするので、その表現、一個一個の断面をきっちりと描くっていうことは気をつけてやりました。ただグロテスクにやるっていうわけではなく、断面の美しさみたいな部分も結構気をつけて作ったつもりです。ドローンの時は、原作が手塚治虫さんでそれもすごく魅力的だったんで、また時は全部読み返して、で自分の好きなポイントの絵を全部絵まで書き出して、そのシチュエーションをオープニングのコマに入れ込んで組み立てたっていうような経緯があったりします。で、チャンバラ自体は、五右衛門編で一緒にやってた友永さんっていうアニメーターがやっぱりものすごい、うまかったので、お願いして書いていただいたり、してますね。そのおかげでチャンバラのクオリティは高まったかなと思います。子供と大人の女性との関係性で一番、見てて心に残っ
ってたのがグロリアだったりするので、それはかなり参考にさせていただきました。あとは何でしょうね、自分もちょうど娘がまだその時小さい時代だったんで、そこもかなり影響してるかなと思います。ただただ可愛いだけではなく、要は親が言ったこと100言っても1聞いてくれればいいくらいな感じなので、とにかく、いい子にはしないと、とにかく大変なんだよ子供はっていうような描写を、峰不二子の嘘では、かなり気をつけて入れ込んだ部分ではあります。今回は最終的に作った映画の前日談というのもあったんで、クローンっていうのをきっちりと匂わせる必要はあったなと。ですので今回の偽ルパンに関してはクローンなんですね。同じルパンの遺伝子は持っているが、立場が違ったらどうなのかで、自分がクローンだと分かっているルパンはどういう行動をするのかっていうのを表現したいっていうのは自分もありました。で、自分どういうふうな、本物のルパンと偽物のルパンが出会った時にどういう反応を起こすかとか、そういうところも作りたかった部分の一つがあったので、すごく、重要なテーマでしたね。とはいえ宮崎さんのパート2のラストのルパンとはちょっとつかみどころが違うかなと思います。捉え方が違う。あれは本当に偽物ですもんね。別に宮崎さんのルパンが嫌だっていうわけではないですよ、僕は。はい。これは小池ルパンの最後のですか？そうです。最後でございます。何かの間違いがあったり、オファーがあったりしたらもちろん考えますけど、とりあえず今回のルパンに関しては、完結編として作ってます。ですので、最後にはなると。最後にはなるけど映画はこれから始まったばかりという感じでございますよ。でルパン自身も僕以外にもいっぱいやりたいっていう人いらっしゃるんですよね。僕のアニメーターの仲間にも監督の中にもルパンは特別だっていう人いっぱいいらっしゃるんですよ。だから僕は幸い12年もやらせていただいたので、すごく幸せだなっていうふうに思っている部分もありますし、次にやれるルパンもすごく楽しみにしている部分でもあります。Our interview with Takeshi Koike comes to an end. Which is your favorite Lupin III? Tell us in the comments. In our next video, brace yourself for the third impact as we meet with Evangelion's directors.